はい、皆様こんにちは。スイングシンガポールライフですが、今回はですね、シンガポールからヨーロッパの方に、出張でねちょっと行きますので、その時に利用した、ビジネスクラスのね模様を、ご案内したいと思います。で今回ですね、利用する飛行機航空会社は初めてですね、中華系の航空会社初めて利用します。シャーメンエアラインズですね。日本語で言うとアモイ航空になりますけどもね、一応ね乗られた方は少ない方だとは思いますけどもね、一応スカイティームにね、加盟してる航空会社になりますけどね、なので、チェックインの際にねこうスカイプライオリティが使えるとのカウンターが使えるということになっておりまして、で、チャンギ空港のねラウンジはサッツラウンジになります。サッツプレミアムラウンジですね。こちら、シャーメンエアラインズはターミナル1が、基本となりますのでね、サッツプレミアラウンジになりますけどもね、久しぶりに利用しましたね、サッツプレミアラウンジ。中身はねそんなに変わってないっちゃ変わってないですけど、いつもねチャンギでね比較するラウンジがどうしてもね S q のラウンジになっちゃうので、そことね比較するとやっぱりねちょっと差はもちろんあります。なんなら S q ラウンジ以外はやっぱり差がちょっとあるんですよね。もちろんねエミレーツだとかあっちのね中東系は自社ラウンジ持ってるのでそこまだ入ったことがないんでねちょっと何とも言えないんですけど、自社ラウンジ以外だとやっぱ S q のラウンジにかなうラウンジはねなかなかチャンギの中にはないので、その辺は致し方ないかなと思いますけども、で私が取ってきたのがこれねジャパニーズチキンカリーって書いてあったんですよね。ジャパニーズチキンカリーって置いてるの僕初めてだったと思うんですけど、なのでね思わず取っちゃったって感じで食べてみましたけど、これがねまた僕辛いの苦手なんですね。おっさん辛いの苦手なんですけど、そのおっさんでさえ甘口って思ったカレーでしたね。味は別に悪くはなかったんですけどカレーとしての辛さがまるでないっていうカレーだったのでちょっとびっくりはしましたけど、全然食べられますけど、ちょっとそこにびっくりしてたのかなと。でこれジンをついでトニックウォーターというかジンジャーエール入れる前にジン飲んでびっくりしたっていう感じなんですけどね、ちょっと濃すぎてびっくりしちゃったんですがね、ジントニックを継ぎながらジンジャーエールなんでね本当のジントニックではないんですけど、このチキンのクリーム煮的なやつねシンガポールによくありますけどもね、それ食べながらあとターメリックライスも交えながらみたいなね、そんな感じで軽くね食事をしておりましたけど、サッツラウンジと、ラウンジとしてはねサッツラウンジって本当当たり前に普通に食べ物もありますしお酒も揃ってるので悪くないと思います。でこの魚の名前種類ちょっと忘れちゃいました。サーモンではないですね。これ実は映像ではねサーモンっぽく見えるんですけど、中見ていただいたら分かる通り白身の魚ですね。白身の魚だったんですけど、これもねそんなに臭みを感じずに、普通に食べられましたね。こういう食事をしながらちょっとねお酒をたしなみながらというような感じでね過ごしておりましたけど、今回シャーメンエアラインズアモイ航空のビジネスクラスを利用するんですけど、帰りはね僕がすごく乗りたかった飛行機に乗るのでのビジネスクラスに乗るので行きと帰り違う航空会社なんですけど、シャーメンエアラインズを選んだ理由は、接続がね、そんなに悪くなくてかつ、やっぱり安いというのがありました。
でね、今これ、チャンギ特有というかですね、チャンギあるあるなんですけど、手荷物検査が後に来るんですよね。イミグレ通って手荷物検査なしというか、手荷物検査があってイミグレでもなくて、搭乗ゲートのね手前にチャンギってよくターミナルごとでねちょっと違うんですけどあって、で結局搭乗者が多いと手荷物検査ボーディングの前にめちゃめちゃ混んでるっていうね。でそこにプライオリティはないので、ビジネスだからといってねないので、結局並ばざるを得ないというのが、チャンギあるあるではあるんですけどね。で、今ボーディングしましたが、ボーディングも、プライオリティはなかったですね。シャーメンエアラインズにプライオリティのボーディングはないですね。はい。なので、マイルを貯めてるグレードの高いステータス持ってる方も、一緒に登場というような感じになるかと思います。ね、で、機体はボーイング787ですね。787になります。はい。でウェルカムドリンクは選べなかったと思います。炭酸水、になりますね。ハーブの入った炭酸水わかんない、水だったかもしれないですけどね、ちょっと記憶が曖昧ですが。でスリッパもあって、座席のね使い方もすごく分かりやすい表示ディスプレイになってましたね。で、これが一応ノイズキャンセリングフォンですね、ヘッドホンですねになってまして、なんか無理やり開けようとしてますけどね、ここにもありますよみたいな感じになってますが、特徴といえばですね、ずーっともう出発するまでというか、安全ビデオが流れるまでずっとチャイニーズと英語でなんかいろんな案内をしてましたね。なのでディスプレイが全然扱えない状態っていうね。何の案内かっていうと、荷物はこうしてくださいね、シートベルトこうしてください、閉めてくださいね、こうしてください、ああしてください、もう座席にこうしたらダメですよみたいな案内がもうずーっと流れてるんですよね。なので30分搭乗開始が多分離陸のブリッジ離れる前3、40分前に搭乗開始だったので、もうこれもずっとまだ流れてるんですよね。なのでもうずっとそれが流れてるような、そこまで流すみたいな感じぐらい流れてましたね。でようやくそれがなくなって、その隙にこういろいろねディスプレイどんな反応なのかなとか、どういうねインフライトエンターテインメントがあるのかなと思ってこうやってるんですが、中国系、航空会社ですね、半分以上は中国の映画、あとドラマですかね。本数とかビデオの本数からしても少ない、トータルの本数も少ないですし、そのうちの半分はもう中国系なので、興味のない方は全く見るものがないみたいなね。はい。でもちろん日系のアニメ、映画、例えばドラマも、全くありません。はい。なのでなかなかねなんでしょう、洋画も日本語の翻訳欲しいなみたいな方にとってはちょっと苦痛だと思います。はい。ほぼほぼ、母国語というか映画の英語とあと中国語訳しかないみたいな感じなので、インフライトエンターテインメントもちょっと厳しいのかなという印象にはなりましたね。はい。で、いよいよブリッジ離れて、タクシングしてるんですけど、いきなりの豪雨、そして急に小降りになったところで離陸でございます。
はい、それではね、無事離陸しまして、でね、ちょっと青みがかってますけどね、ちょっと窓をまだ調整せずにね、動画撮っちゃったので、こんな青ざめておりますが、ミックスナッツとなぜかお水、まあ注文してないんですけどね、お水が来て、でシャンパンがね来ましたけども、まあミックスナッツはまあごくごく普通のミックスナッツで、シャンパンもまあ普通に美味しかったですというような感じのね、まあそんなに特色のない辛口のねシャンパンでしたけども、でまあいろいろとねあるんですけど、ただね一つだけあるのはすごくねCA さん、キャビンアテンダントさん、あとスチュワートさんもそうなんですけど、すごく一生懸命だなっていうのはすごく感じました。説明とかもなんとか分かってもらえるようにみたいな感じで、すごく一生懸命で、ホスピタリティとしてはなんか素晴らしかったなと思いますね。はい。でこれが、僕が頼んだ機内食なんですけど、ですね中国料理の中で肉か魚かを選びます。で僕はこれ肉を選んだんですね。で真ん中に写ってるのがその肉か魚のメインの、お皿になってて、残りはもうね多分決められたものだと思います。何にも注文してないのでね、そんな感じになって、でもう一つね、ベジタリアン向けが1個あったと思います。なのでメインは3つから選ぶような感じになってるかと思いますけどもね。で、このチキンスープから、飲んでますけども、まあ正直におっさんは正直に言おうということで、このチキンスープはねチキンの臭みが出てましたね。なので、無理な方は無理だと思います。チキンの臭みがなかなか出てって隠せてなかったなっていうような感じでしたね。でこれは豆苗のサラダみたいな感じで、まあこれはね普通に食べられましたね。まあドレッシング的ななんか中華ソース的なものもそんなにかかってなかったですかね。中国にある小さいエビ、芝エビみたいな小さいエビが香ばしくて、それと一緒に食べるみたいな感じの豆苗でしたけどね。まあこれはこれでみたいな感じで、これがね何かよく分かんなかったんですよ。何かよく分かんなかったんですけど、食べて最初耳がかなと思ったんですけど、これね貝でしたね。貝類です。ボイルした貝でしたね。それにちょっと味がなかったので塩と胡椒をかけましたけど、これはこれでまあ貝好きな僕としてはまあいいかみたいな、まあありかなみたいな、酒に合えば何でもいいんでね、僕はねおっさんは本当何でもいいんで、これはねザ中華料理味付け、これは冬瓜と豚肉だったと思いますけど、それの炒め物だったんですけど、これザチャイニーズで僕はこれが一番美味しかったですね。はい。で臭みのあるチキンスープをちょいちょい挟みつつなんですけどね。なのでまたこれ美味しかったんでまた続いてますけど、ちょっとね辛いものが苦手なおっさんなので唐辛子入ってたんですね。なのでちょっとそれを除きつつ、除いてもちょっとピリッとするよっていうような感じでしたけど、これはね結構美味しいんじゃないかなと思いますね。はい。でこれがスチュワートさんおすすめのどうも中国の牛肉だそうです。プレミアムビーフって言ってましたけどね、中国のプレミアムビーフなんだみたいなことをおっしゃってて、まあ簡単に言うとね、なんかビーフシチューにしたかっ
ったのみたいな感じなんですよね。バカにしてるわけじゃないですよ。ただなんかこう味付けとかもビーフシチューにしたかったのかなみたいな感じなんですけど、まあこれはこれでね、赤身のお肉、牛肉の方は赤身のお肉を煮込んだものと、シチューまでは煮込んでないブレイズドかなっていうようなね感じですけども、それはそれでね、ワインにはそこそこあったのでいいかなっていう感じですかね。全体的になんかこういうなんかちょこちょこ出すっていうのもなんかこう珍しいんじゃないかなと思います。外国系、日本以外のねキャリアでこういうちょこちょこ出してますよねっていうのもなんか珍しいなと思いながらね食べてましたけどね。で先に言っとくと、このライスですね、スティームライス、白ご飯に関してはどうでしょうね、潮流米ではないですね。長細いお米ではないですけど、昔僕が中国の工場で食べてた、白ご飯を思い出すというような、やつで、ちょっとね日本のお米とはちょっとレベルが全然違うなという感じです。今僕ちょっと匂いを嗅いだんですよね。臭みあんのかなと思って、匂いはなかったんですけど、やっぱどうしてもねパサパサっとするような、ちょっとね少しパサパサしたようなご飯でしたけど、でもどうでしょうね、僕のこの炒め物とご飯はすごくマッチすると思います。ご飯が進むような味付けになってたんじゃないかなと思いますけど、それ以外どうでしょうね。このビーフも合うとは思います、ご飯に。でもそれ以外はちょっとご飯にはあんま合わないんじゃないかなともね同時に思っちゃいましたけどね、ちょっとねわがままな談話になっておりますけれども、はい。で赤ワインを飲みながら、食事が終わって次デザートになります。で、フルーツと、小さいねケーキが出てきたので、コーヒーをお願いね、したんですけども、で、デザートの中でこのパイナップルはね結構甘くて美味しかったですよ。このパイナップルはいけるなと思いながら、食べておりますけれども、で、次ねコーヒーとこのケーキをね食べようかなっていう感じなんですが、このケーキはねちょっともう正直あんまり記憶にないんですよね。おっさん酔ってんじゃねえのっていう感じになるかもしれないですけど、別に酔ってはないですね。当然酔ってはないんですけど、あれこのケーキどんな味だったっけって今こう動画編集しながらちょっと思ってるところではあるんですけどね、印象にないってことはそうでもないってことになってしまうのかなっていう感じですけどね。はい。コーヒーはね普通に飲めるコーヒーでしたけどね。はい。そんなわけでですね、機内食も終わって、だいたいシンガポールからシャーメンまでがですね5時間ぐらいなんですよね。なので機内食をゆっくり楽しんでちょっと一息つくともう、着陸ということになります。でね、こうやってこうきらびやかなねシャーメンの街、アモイの街がね見えておりますけどね、アモイね大都会なんでね、行かれたことない方も多いと思います。私も街はね散策したことないですけど大都会ですけどもね。でね、今回のこうシンガポールアモイのね感想なんですけど、いいところもあまり良くないところというかどうかなって思うところもいろいろとねありましたけども、やっぱり先ほども言ったように CA さんのホスピタリティで結構カバリングしてるようなところはね結構あるなとは思いましたね。でこの後、アモイから、パリまで
もちろんシャーメンエアラインズなんですね。青森航空で行くので、それはね12時間ぐらいのロングホールフライトなので、そこでもねまた動画アップしたいと思いますのでね、それアップするとねいろんな全体像が見えるんじゃないかなと思います。もちろんシャーメンでねラウンジにも入りますんでね、もうそれも含めてどういう感じでお客様に提供してるのかなっていうのが分かるかなと思いますのでね、なので、1430ドルがいいか悪いかまだそれも乗ってから、皆様にお伝えしたいかと思います。てなわけで今回も動画のご視聴誠にありがとうございました。